こんばんは。平和の王に地球の地と書いてわちつかさです。ちょっと違う顔こっち。今日のビットガールズには人気お笑い芸人さんが登場します。愛される秘訣を教えてくださいますよ。最後まで楽しんでいってください。ということで今週も始まりましたサイクスビットガールズアンタッチャブル柴田です。そして屋敷りさです。はい、よろしくお願いしまそして今週のビットガールズはこの7人です。す。イエーイ。お願いしようやく1位2位が来たね。さあ最近のランキング。ます。1位がさまっちゃん、2位がゆうきちゃん、そして3位があやかちゃんです。ビットガールズ時価総額ランキングはご覧の通り。これからのみんなの頑張り期待するとともに、トレ株主の皆さん応援よろしくお願いします。今回の会長からの指令はこちらです、愛されキャラになろう。あ、これいいかもしれない。これ大事、みんなから愛されるのね。タレントにとってはね、愛されることって何よりも大事なので、はい、今回愛されキャラになるためのスペシャルゲストをお迎えしております。本日の先生はこの方です。どうぞ。どうも。今日のゲストはアンジャッシュの大島さんです。小島だよ。間違えて本当に怒ってるわけじゃないから。これ冗談のやり取り。見たことないから。見たことねえんかい。矢島さん。小島だよ。謝んなくていいんだよ。怒ってんじゃねえ、ツッコミだよ。いや見たことないからだよ。なんでねえんだよ。テレビ見ろやってるから。自己紹介。はい。はい、どうぞ。お、危ねえなバカ。腰かっこいいとかなるから。危ないんだからこういうのお前は。なあ、今の怒ってんだよ。今の危ないからこれ。それでは事前にビットガールズたちから小島さんのイメージや、質問をちょっと聞いております。まあでも本人がいないのにこんなことやっていいのかってところ。本人いるよ。俺誰だと思ってた。俺何だと思って喋ってたのに。ご本人だから。では最初はこちら。デビュー当時からプライベートでも今のようなキャラだったんですか？あ、気になるね、確かに。これは、はい。パチちゃん。私も普段からいじられキャラでみんなにいじられるんですけど、普段からいじられキャラでいじられキャラなのか、全然ネクラだったのにいじられキャラなのか、どっちなのかなって思って。そうだよね。ちょっと言い方やだな。でもね、普段全然こんなんじゃなかったの。もともとはね。デビュー当時は本当に僕はね、まあ僕ら世代みんなそうだけど、ダウンタウンさんとかに憧れてる人が多いから、松本さんみたいになりたかったから、もう全然そんないじらせる空気じゃなかったもんね。でちょっとなんかこのセンスがいいことを言ってボケたいみたいなスタイルでいきたかった。でも全然ウケないのこれ。なんかボソッと言っても松本さんみたいになんかうまくできない。難しいですね。難しいですよ。でなんか頭もあんま良くないのがだんだんこうみんなにバレてきて、結構突っ込まれだしてだんだん変わった。だから最初は全然違った。僕最初の方知ってるから。僕は小島さんの同じ養成所の後輩なんですけど。あ、そうなんですね。養成所の1期生と3期生なの。そう実力が1期生と3期生なの。違う。1期と3期で実力。すみません。だから当時はもう当然こんなことも言えないし、ネタ作ってる時も僕らはもうライブとかで見てて、もうその時からアンジャッシュさんとの笑いをどっかんかっさらってたの。でしかもまあ今でも片鱗はあるけど、まあ顔はイケメンなのよ。で渡部さんは当然やっぱりかっこいいし、小島さんも今よりもっと細かったんですね。でタッパもあるし、東京じゃ一番イケメンだったんですよね。東のアンジャッシュ、西の TKO って言われてて。TKO さん？ TKO さんもすごかった。小島さん一生懸命格好つけてたんだけど、やっぱり格好つけられなかったの。そうそう。暗闇の中でタバコパーッとつけてさ、ポンポンって置いたらさっきつけたタバコまだ残ってるみたいな。まだあるけどみたいな。さっきつけたけど、そういうところがあって、小島さんってもしかしたらドジなのかなっていうのが少しずつバレていって、結局いじられるようになっちゃったっていう。でもそういうドジな人とか愛すべきところがあるじゃない。確
っていうことだよね。じゃあ続いてはこちら。一番最初にいじってくれたのは誰ですか？これ誰でしょう？あやかちゃん。となんか最近やっぱね中島さんとか。小島だよ。話の途中だけど。今の違う。今の違う。違う違う。とか言われるじゃないって。ああ、そんなになりちょっと引っ掛け問題。やめて引っ掛け。言われてるじゃないですか、それを一番最初にいじってくれたのは誰なのかな。これね、本当の最初の最初になんかいわゆるいじりみたいのをしてきたのは本当にもうまさに今旬の小太郎のプロデューサーの小坂大魔王、あと抜群ってコンビしてるの西尾さんっていうの、この2人がねなんかねラママっていうねライブがあったの、爆笑問題さんとかうっちゃんなんちゃさんとかそこからバナナマンとかみんな出てってるライブなんだけど、そこのエンディングコーナーあるの、告知をちょっとするぐらい10分で終わるようなコーナーなんだけど、俺への無茶ぶりでそれだけで30分とかやるの。一発ギャグリズムに乗ってやれとか、もうむちゃそんなんやったことないんだよ、尖ったこのスタンスなのにそれを毎回やる出したのがあのお二人。もうでも17、8年ぐらい、もっと前かな、20年近く前かもしれないですねぐらいから始まった。日の目を見たのはここ3年だけど17、8年前からこのスタイルでやってるの受け入れられなかっただけで。3年じゃねえ、4、5年前だよ。続いての質問はこちら。俳優としても活躍されていますが、芸人と俳優どちらの方が心の比率が大きいですか？ああ確かに。いや確かにじゃなくて私ドラマとか映画見るのめっちゃ好きなんで、結構見てるんですけど、いつも大島さん出てるんですよね。ありがとうございます。気持ちいいよね。気持ちいいです。やってもらいたかったんで。ボーリングでストライク取ったみたいな感じで。ありがとうございますってやめて恥ずかしい。それで絶対俳優さんの方がこう見え方もなんか綺麗というかっこよさそうだし、絶対俳優さんの方が大きいんじゃないかなと思ったんですけど、本当はどうなんですか？いや全然芸人ですよ。心の比率はだって芸人だよ。芸人だもんだって。本当ですか？本当だよ。これよく言われるんだけどさ、それ芸人ね、アンジャッシュ小島芸人さんがちょっとそういう映画とかドラマの仕事も呼んでもらってるっていう感じですよ。この感覚ですよ。なんかそういう風にこうパワーバランスがさ、役者の方でこう評価されて、で芸人さんの方の仕事がねちょっとその間やっぱできなくなったりすると、芸人じゃこうないんじゃないかとかって思われちゃうけど、小島さんの場合は面白くないから芸人じゃないと思われてるから思われてねえけど俺面白いと思われてるから。ああこれ本気だから。続いてはこちらです。いじられて美味しいと思ったのはいつですか？いつ頃から思われたのかなっていうのはちょっと気になりました。はっきりと教えてほしい。美味しいなと思ったの。あ、これは美味しいなと思ったの。これは美味しい。それはいい質問だよね。やっぱちょっと嫌だもんね、言われるのはね。最初多そう分ね、そうですよね。これが美味しいに変わった瞬間だよね。これはって思った。突然だよ。でも最初ね、オンエアバトルとかわかる、ネタ番組があったり、エンタの神様とかでちょっと出させてもらえるようになって、でなんかネタなんか面白いコンビじゃんみたいにちょっと言われるようになって、ちょっとネタ番組呼ばれるようになったの。でトーク番組もそしたらこう呼んでもらえるようになるんだけど、こうトーク番組出た時に2人ともアンジャッシュってそんな前にガーって出るようなタイプじゃないから、なんか何もできずに終わっちゃったみたいなことが結構続いて、なんつうの 2週目呼んでもらえないみたいな、1回ハマんないともう一度呼んでもらえない、うわどうしようどうしようみたいな悩んでた時期あるんですよ2人とも。そしたらなんかだんだんちょっとこういじられるようになってきて、でまたちょっとトーク番組呼ばれた時にそれこそさんまさんとかが「その渡部の隣のマネージャーさん連れてきたんか?」とかそう最初この辺からなの。小島大島じゃなかったもんね。そうでマネージャーじゃないわとか言って、俺アンジャッシュの小島だよみたいなことをやってた時に、あれ何この感覚にあれ受けてる、俺もこのバラエティの番組で貢献できてる、なんか楽しいみたいなことは覚えてますね。6,7年前かなそれが。小島さんだったから自分でだからいじられたいと思ってませんでしたもんね。もともとは全然そうだ。もともとは本当はどっちかっていうと二の線ですよ。そうそう。
かっこいいに売りたかったぐらいで、ね、そうよ。どっちかって言ったら俺いじるがやりたかったからね。そうですよね、どっちかっていうともともとは真逆になっちゃったね。愛されキャラだからこそ生まれたものですよね。本当ですね。名前でボケができるだなんて自己紹介でさ必ずできるわけだから、番組の一番初めだよ。今日もゲストの方々来られてますね、あ大島さんもいらっしゃるみたいなのとか必ず出てくるから、番組の一番初め必ず小島さんからやっぱりスタートすること多いですよね。確かにもう唯一無二の存在ですよね。そう不思議でしょ。唯一無二の笑いながら褒めちゃった。名前だけで褒めすぎ言い過ぎだから。お家建てたんだよ、だってね自己紹介だけでお家建てていたらそれだけで自己紹介がなんもねえんだ時がある。自己紹介しかないんだよ。コントとかも頑張ってきていろいろやってあれは渡部さんが作ってるやつですよ。渡部が作ろうが2人でこう頑張ってきてんだよ。小島先生、いじられキャラへの道。恥ずかしいんだけど。小島先生がどのような道を歩み日本を代表するいじられ芸人になったのかを教えていただきたいと思います。小島先生に学ぶキーワード、まずはこちらです。どうぞ。一丁前に失敗してもめげずに動きまくろう。ああ見てきたな見てきましたよこれ。僕もともとねテレビに出たかったでしょ。もう小学校の頃から。はいもうそれはずっとあったのよ。でも最初はマッチみたいに近藤真彦さんみたいになりたくてジャニーズ事務所に履歴書を送ったの。ちなみにそのジャニーズの事務所に送った当時の写真が、はい、それがこちらです。雰囲気あるね。かっこつけてんのね。この時なりに。これはでもかっこつけてんのにさ、このシチュエーションってことなのよ。俺がやりたいのは。でもありそうな。これね中学校の時の横浜での遠足だったと思うんですよ。でもちょっと髪型とかさ、マッチっぽい雰囲気とかね、マッチっぽい感じするでしょ。確かに。もう十分イケメンだったんだよ、でもこれね。いや言われてみれば本当にまあイケメンじゃないけどさすがにジャニーズは無理だったわ。まあね。中華街ね。本当だ。そういうの分かんないから。ビビンマンみたいな。顔に影とかねあんま分かってなかったからでその時はなんか合格とか不合格とか通知が特に来ないからなんかのこう手違いだと思ったらもう一回送ったことがある。あれ合格者だけに「いうレッスン来なよ」とか来るらしいのそんな知らないからで、まあ、諦めずに2回送ったりしてでも俺でも待てよよく考えたらあんまかっこよくねえな俺アイドル向いてねえなってでもバラエティ好きだなじゃあ芸人さんになろうと思ってでも最初ね東京に養成所がなかったからひろみさんいるでしょ、ひろみさんが中学校の先輩だったからじゃあひろみさんの弟子になればいいんじゃないかって、ひろみさんのとこ行ってでもじゃあ俺弟子なんか取ってないからって断られてそしたらひろみさんが人力車って今のうちの事務所にいたんだけど養成所がねお笑い養成所東京発の養成所できるからそこ入ってみたらみたいなことで養成所をこう優しいね。紹介してくれたみたいなこうなんかこう諦めずに動き回ってたらなんかこう取っかかりができたかなと。続いてのキーワードはこちらです。まだまだ。ちょっと待って何飽きてんのなあもうめんどくさくなってんじゃない心の声ですか、大丈夫。心の声のが悪いんだよそれ本性じゃねえかわかんないもうどっちが。お前 MC ちゃんとやれよってやりましょうこっちのセリフだよピンでダメならコンビを組もう、はいはいはいということでどういうことですか。これ養成所僕最初入りましてその養成所に最初、生徒さんがね7人ぐらいしかいなかったんですよだからそこからなんかコンビ組むのもなと思ってピン芸をちょっとやったりしてたのピン芸って言われるほどのんじゃないんですけどね、ちょっとショートコントやったり、でもそっか僕はやっぱダウンタウンさんとかうっちゃんなんちゃんさんみたいにこのコンビ組んでやりたいなってことで、同級生コンビがいいんだなと思ってトンネルズさんもそうでしょだからで高校の同級生に声をかけては断られ声をかけて断られで渡部は5番目に声をかけた人なんですだからそれもお前5番目だけどとは絶対言わずに本当にもう俺お笑いやってんだけどお前しかいないからとで社長にも超気に入られててもうコンビ組んだらすぐテレビに出れるって言われてるからっていうもうすぐ嘘ついてで組んだコンビネタどちらが書いてたんですか。最初は僕が誘っててで渡部はまだ大学生だったからこの辞められるのがすごい嫌だったから俺が全部ネタも書いてで
車で一緒に稽古しようかって迎えに行って、で公園とかまで行って2人で稽古してまたこう送り迎えとかやって全部ね、至れり尽くせりで渡部に聞くとこいつに仕切らしてたらやばいなって思ったらしくて大体半年ぐらいで立場変わったね。そうね。ちなみにデビューした頃の柴田さんはどうでした？印象は。もうね変わんないよ。まあバカで元気でしょ。うるさくてずーっと能天気。俺先輩じゃん。2年違うって最初の頃って違いますすごい1年生差じゃん3年生の差だからね。ね。で小島さんじゃなきゃおかしいのにさ、まずコジーでもおかしいよ。コジー飛び越してコディコディってコディってなんだよこいつみたいな。なんかねすごい来てたよね。言ってましたね。でうちのとこもしょっちゅう遊び来てんだけどさ、なんかどうやって入ったのか知らないけど勝手にうちの部屋入って俺帰ったら勝手に風呂入ってて「お先です」みたいな「コディお先です」そういうのを許してくれたからね。いいですね、素敵です。おはようございますとかもさ、なんかどんどん崩して、ありがとうございます、アディースとかなんなんだこの後輩はみたいな思ってて。そのアンタッチャブルさん自体はどんな存在だったんですか？アンタッチャブルもやっぱり3期生なんだけど、もう3期生の中ではもうぶっちぎりエースで、それでやっぱもう別格だったね。俺らと全くタイプが違って、ライブね 1ヶ月に1回あるんだけど、バカバクソってライブ、そこで新ネタを下ろすので、何日も前から一生懸命ネタ考えて当日も練り直してすっごい稽古して緻密に作って、でドキドキしながら2人とも緊張してたから舞台出て「ああやっと受けたね」とか「ああ滑っちゃったね」みたいな感じなの。でもここはもう「何当日お前ら作ってんの?」みたいな今頭の部分作り始めてんのこれが本番の2時間前とかでと思ってでなんか作ってんのギリギリまで、なんか2人でガチャ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 やって、俺らからしたらさこんなもんがウケるわけないじゃん。ウケんのよこれが。めちゃくちゃ大爆笑で、しかもまあある意味固まってないからネタが広がるのどんどんその場で。だからもう30分とかやってさ、もう全部笑いかっさらって言ってた。いや不思議なコンビだよここ。なんであんなんで笑い取れんだろうってね。覚えられなかったんですよ本当に。これはリアルな話で、ネタを書いても覚えられないの。その前から僕たちもネタ合わせとかやってんですよ。でそこで作るんだけど次の日忘れちゃうの2人とも。だから忘れちゃうの本当に。だから結局新ネタみたいになっちゃう。なるほど。2時間前に作ったネタなんて覚えてられないよ。だから舞台で変わっちゃうんですよ。1ヶ月前から作ればいいんだよ。だったらなんで当日作ろうとするんだよ。そこが間違ってる。アンタッチャブルはどうなんですかコンビとしてこれからは。いやわかんないです。どうなってんの？いやまだわかんないです。急に動き出した。急にピリッとしたけどピリピリする話じゃない。やってほしいという期待値からこういう風になる。アンタッチャブルは今どれぐらいやってないの？アンタッチャブルとしては何年前ぐらいかな。7年7年前にまあ事件を起こして。事件？なんか事件起こしました？起こしただろうが。女性問題じゃないでしょ？それだよ。あ、それか。それで一回休んだ。そうだ、休んだ。それだよ。そう。去年もねパンキー問題がね。そうですよね。まあこれは柴田悪くないけどね。楽しいよ。人生いろいろあって。さあ、話はちょっと戻りまして、小島先生のその後ですが、いよいよいじられキャラとしてブレイクします。大ブレイクだよ。はい、その極意はこちらです。まあこいつが好きなんじゃねえけどね。先輩だし。絶対ダメだよ心の声。心の声ってことは思ってるんだよ。それ一番ダメだよ。気をつけます。気をつけます。改めて先輩ゲスト。はい。他人が思う自分を受け入れようという、どういうことでしょう。そうですね。これよくそれこそバナナマンの設楽統とか小木さんとかに個人こうやってさみんなからいろいろ言われたりしてるのとか、そういうなんだろうな全然知らないとか常識がないとことかは面白いんだから、そういうとこもっと出していった方がいいんだよって言われてたんだけど、いやいや俺はそういうんじゃないからって言ってたの。ちゃんと笑いを正統派というかトークとかで笑い取んなきゃダメだと思うみたいなことをずっと言ってたんだけど、でもだんだんあまりにもいろんな人がこうやって言うから、
ある時そう思って、そうか自分が思う自分じゃなくて周りがこの人はこういう人間だなと思う自分が本当の自分なのかなって思うようになった。そしたらなんかこんな感じになった。結果良くなったじゃん。まあ芸人としては最高ですよ。僕的には良かった。ということですが、小島さんのいじられキャラについて他に何か質問ある子はいますか？はい。ないんかい。いやじゃあ終わり。じゃあお帰りくださいじゃなくて、なんかあれよ質問。ちょっとないみたいなので。はい、かかってんじゃねえよ。さあ続いてはビットガールズ杯愛されキャラ選手権。イエーイ。さあ何でしょうこれは。はい、本日の会長からの指令は、愛されキャラになろうということなので、ビットガールズのみんなにいろいろなキャラになりきってもらって、新しい愛されキャラを発掘していきたいと思います。ビットガールズたちに演じてもらうのはご覧のキャラクター。小島先生に次ぐ愛されキャラを開花させるメンバーは現れるのか。キャラになりきるための小道具もご用意しております。自分の殻を打ち破れ。まずはルル氏が女王様キャラに挑戦。お、女王様だ。ちょっと怖い。何もう様になってる、もう様になってるよなんか。始まってんのも四つん這いになりんしゃい。お、四つん這い？う。何で四つん這いって。せい。八丈島。小島だよ。あ、いいよ、いいじゃん。何がいいの？飛躍したね。何がいいの？ねえ、何これ？これはヘビだな。小島先生にもヘビーなこの企画。続いて白星夏美がキレキャラに挑戦。おい小島、なんだよ。ちょっと。何してんだよ。ちゃんとしろよ。何してんだよ。なあ。大島。おしまだよ。ムチがハンマーに変わっただけじゃんか。何か振ってくれればスタジオが割れるばかりの爆笑になるから。ならねえよって大丈夫ですか？見事大爆笑なるか。気を取り直してテイク2。小島。なんだよ。口の利き方なってねえな。なってねえなって俺の方が先輩だろうがよ。おい。いくつだよ。84だよ。ちゃんちゃん。ちょっとね、こっちの負担がでかいんだけど。ね皆さんのためだよ。え、もう終わりだよねこのコーナー。全員やんのこれ。ちゃんとみんな2周するからちゃんと考えて。一周でいいよ。佐藤彩香が挑戦するのは赤ちゃんキャラ。番組の MC とゲストという設定で演じます。今日の MC はおうちまちゃんでちゅ。小島でちゅ。今日は何で来られたんでちゅか？車でちゅ。自分で運転してきたんでちゅか？自分でちゅ。すごいでちゅね。うちの事務所は基本自分でちゅ。すごいじゃない。いい相性。いい相性。これ何のコーナーなの？最後に和知司が挑戦するのが妹キャラ。女装癖のある兄を持つ苦悩を演じます。ただいま。お兄ちゃん、そんな姿になっちゃったの？俺今まで黙ってたけど俺こういう趣味があるんだ。ごめんなパイ、全然受け入れきれない。そうだね。じゃあこれからはまっとうな人間として生きるよ。はい。大丈夫ですか？いや、近い。違う人間じゃない。こんな恥ずかしめないよ。耳打ちしようとしたら近い。推しを教えてあげようとしたのに。二人で合わせてなんかやろうと思ったら近い。そんな恥ずかしいことないよ。愛されキャラナンバーワンは誰の手に。この後ビットガールズたちが演じたキャラからナンバーワンを決定と、その前に採掘テックニュース。イエー。はい。
このコーナーは今巷で話題の商品やサービスなどを私たちビットガールズが紹介していくコーナーです。はい、今回紹介する商品こちらでございます。はいこちら日米のクラウドファンディングでなんと5000万円も出資が集まったすごいヘッドホンなんです。はい、クラウドファンディングで開発費を募り製品化されたワイヤレスエアーヘッドホン B シェア。その凄さを開発者の今村さんが解説。まず小島さんに実際ヘッドホンを装着してもらうと、わあめちゃくちゃしっくりくる。ピタッとはまって音すごいねこれ。耳の上にスピーカーを浮かしてるようなヘッドホンっていうことになりまして、普通ヘッドホンって2時間ぐらいすると業界の皆様も皆さんそうだと思うんですけど痛くなってきちゃう。そうなんですよね。僕ももともとミュージシャンやってまして、ずっとヘッドホンしてると痛いなこれと。で耳からスピーカーを浮かしちゃおうってことで浮かしちゃいました。B シェア最大の魅力はその付け心地。本体が直接耳に触れない 3D デザインにより装着時のストレスが軽減されるという優れもの。この普通のはさピタって潰れた状態だけどこのカパって浮いてるから痛くないんですよね。耳が潰れないと。潰れないから。ちなみに外部の音も聞こえるということなので、会話もできるヘッドホンなんです。ではちなみに大島さん聞こえますか？小島だよ。小島さん聞こえますか？間違えろよ。さらに音楽を無線で共有できるオンエア機能で30メートル圏内であればヘッドホン同士何台でも同じ音楽を共有することができちゃうんです。3人とも同じ音楽が聞こえてるってことですか？そう。ちょっとうるさいな。いや同じのだよっていううるさくて聞こえない。以上テックニュースでした。ああすごい。ビットガールズ愛されキャラ選手権ナンバーワン愛されキャラは誰の手に？最後に小島さんから MVP ならぬ、MVC キャラクターの C ということで MVC の、女の子を発表していただきたいと思います。それでは、どうぞ。はい MVC は佐藤彩香さんです。すごいですよね。見事 MVC に輝いた佐藤彩香には小島先生の相方で食通芸人としても名高いアンジャッシュ渡部健さんおすすめのスイーツジイチローのバームクーヘンと渡部さんのグルメ本を差し上げます。めちゃくちゃうまいんだよ。じゃあいただきます。食べて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 。小島さんも食べて食べて。これはいやこれは食べれない。ここに行って食べる。ここに書いてるところに行って食べる。これは食べれない。番組ホームページをご覧いただくとビットガールズを応援できる投票サイトがあります。ぜひアクセスしてお気に入りの子を応援してください。以上本日の先生はアンジャッシュ大島さんでした。小島だよ。ありがとうございました。足元気をつけてくださいね。お小島さん足元気をつけてくださいね。いやっただろ今。現在1週間単位で展開されているご褒美 VTR 争奪戦票の投票で1位に輝いたのは佐藤彩香。新技を披露してほしいとのことだったので行きます。そして私のカード女子アスリートカードシャイニングヴィーナス2017が今発売されています。ネットで注文できるのでぜひ手に取ってみてください。